回はちょっと趣向を変えて実写の作品をご紹介。主人公自体がサイコパスという新しい視点で展開されていくドラマとなっています。ダダーン！ N 子だよ。今週も始まりましたザ・N 子ショー。いよいよ8月。日本ではお盆休みが近づいていますね。お子様だけではなく社会人の方もワクワクする季節なのではないでしょうか。私は、夏になるとクーラーがすごく効いた室内でもう寒いってなるぐらい体を冷やしてからまた外に出て日本の暑さ東京の暑さをわーって感じて暑いってなって、でまたそのエアコンの効いた室内に戻ってそのなんかリアルサウナ状態を味わう夏が好きです。それでは今週もザ・N 子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら。たまには実写もおすすめ海外ドラマ。今まで N 子ショーではアニメ作品を中心にご紹介してきましたが、今回はちょっと趣向を変えて実写の作品をご紹介。Netflix で見ることのできる実写海外ドラマ作品から4作品おすすめをご紹介していきます。まずはこちら。メンタリスト。犯罪コンサルタントの主人公パトリックが人間心理を操る観察眼や推理力を駆使した心理学を用いてメンタリストとして犯人を捜査する刑事ドラマ。ハンサムで爽やかな主人公のパトリックを筆頭に魅力的な登場人物が数多く登場し、アメリカでは大人気のドラマで全7シーズン構成の作品となっています。刑事ドラマとご紹介したのですが、主人公のパトリックは警察官ではなく、あくまでも捜査の協力者であるため、手錠をかけることができません。さらには拳銃すら所持しないという刑事ドラマにしてはジェントルマンすぎる主人公なのです。そんな主人公であるため、本作の最大の特徴は圧倒的な心理戦を軸とした犯人との戦い。アクションシーンを凌駕するほどの迫力のある心理戦は見応え十分ですし、頭脳を駆使して犯人と立ち向かう姿はとても知的でカリスマ性を感じますよね。パトリックは言うならば海外版工藤新一といったところでしょうか。数々の難解事件を頭脳と観察力で解いていく姿は爽快感あふれます。刑事ドラマ好きな方にはおすすめの作品です。続いてはこちら。ブルックリン99。ニューヨーク警察99分署を舞台にニューヨークの街での事件やトラブルを描いたコメディドラマ。お調子者な刑事のジェイクや負けず嫌いのエイミー、武闘派のローザなど個性豊かな警察署のメンバーを中心に描かれる日々の事件やトラブルはお腹を抱えるほど笑えちゃいます。1話あたり20分ほどなのでサクッと見れますし、家事で忙しい方や何か作業をしながらドラマを楽しみたい方にはもってこいの作品です。警察署を舞台にしたコメディ作品ということもあり、まさにアメリカ版こち亀ですよね。同じコメディドラマのフレンズシリーズが好きな方は間違いなくハマる作品なので、ぜひチェックしてみてください。お次はこちら。セックスエデュケーション。奥手で女性経験の少ない主人公オーティスは、母親が有名な性のセラピストであるがゆえに、性の知識だけは豊富なことから、性の悩みを聞くべくセックスクリニックを運営していきます。そんなオーティスたちの周りで起こる思春期の性への悩みを程よいコメディで描き切ったヒューマンドラマ。高校生という年代だと性の悩みがあってもなかなか周囲に相談や打ち明けることって難しいですよね。性というセンシティブなテーマではあるのですが、
コメディ要素を交えながらもストレートな高校生の青春を描いているため、これって自分に当てはまるかもと共感ができたり、性への新たな価値観を見出すことができるんじゃないかなと思います。もちろん登場人物がお互いに成長していく姿も楽しむことができるので、幅広い層におすすめしたい作品です。最後はこちら、You、君がすべて。狙いを定めたら決して逃さないストーカーのジョーが主人公の様々なストーカー行為や犯罪行為を犯しながら惚れた女性に迫っていくサイコスリラー作品。スリラー作品というと殺人鬼に追われるなどのような被害者の立場が主観の作品を思い浮かべる方が多いのではと思うのですが、本作は主人公自体が加害者であり、サイコパスという新しい視点で展開されていくドラマとなっています。本作最大のポイントは、狙われた女性がジョーに対して次第に好意を持ってしまうという点です。主人公のジョーはハンサムでユーモアもあるため、外見上は魅力的な男性であることは間違いないのですが、好きな相手の SNS を調べ上げたり、家に侵入したり、恋の邪魔者を監禁したりと、エピソードを重ねるごとにエスカレートしていくサイコパスな行動に開いた口が塞がりません。先が予測できないほど恐ろしい行動に出るジョーではあるのですが、気づいたら作品どころかジョー自体にハマってしまっているほどのかなり中毒性のあるドラマなので、気になる方はぜひご覧になってください。本日紹介した作品はどれも地域によってはNetflixで視聴することができます。アニメもいいけどたまには実写も。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。アニキュー。アニキューはアニメに関するクイズを見ている皆さんと一緒に考えて答えるコーナーです。問題はこちら。次のアニメを初実写映画化された年度が古い順から並べなさい。A、弱虫ペダル。B、ブリーチ。C、かぐや様は告らせたい。D、広角機動隊。この広角機動隊はスカジョーですか？スカジョーいつでしたっけ？広角機動隊、ブリーチ、弱虫ペダル、かぐや様。D、B、A、C。それでは答え合わせ。D、B、C、A。弱虫ペダル2020年？遅かったですね、弱虫ペダル。原作とアニメはもうちょっと前に、かぐや様は本当最近だと思ってました。もう2年経つんですね。いや、ゴーストインザシェルがもう一番古いっていうのはすぐ分かりましたし、その次ブリーチが来るなっていうのも分かってたんですけど、これはわざとですね、スタッフさんの意地悪な策略によりまんまとハマってしまいました。皆さんは分かりましたか？また次回のアニキューも一緒に挑戦しましょう。以上、アニキューでした。N子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。The N子 show is so wholesome and cute. ありがとうございます。たまにちょっと砕けた口調で話してしまうんですけども、N子 show 自体はもう自分がすべてほぼ考えているので自然体な私が見れる場所なのかなって思います。¿Cuál es el país que deseas visitar para ver otros animales? アフリカとかは訪れてみたいですね。なんかサウスアフリカとかケニアとか野生の
なんかライオンとかチーターとか見てみたいですね。本場のエジプトのラクダに乗ってみたり、タイみたいにゾウに乗る国もあるので、いろんな動物に乗れる国に行ってみたいなって思いました。じゃあ次の質問。Se vici en escola de superheroes cuál sería o seu super powder? これ私結構考えたんですけど、私自身結構炎タイプを好きになることが多くて、何か炎系のなんか能力が欲しいなって思いました。はい、じゃあ次の質問。N子ちゃん will more Gundam series add to Netflix? よくぞ聞いてくれました。先日発表されたガンダムハサウェイが海外に配信されてたりするんですけども、日本のネットフリックスでも海外のネットフリックスでもガンダムシリーズがどんどん追加されていく予定ではあります。なので楽しみにしててくださいね。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。ぜひこちらのコメント欄にてお願いします。以上、N子に質問コーナーでした。ザ・N子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。今日はちょっと兄級でちょっと全問正解できなかったんですけど、ちゃんと弱虫ペダルがかぐや様のなんかアニメのタイミングは間違ってなかったのでちょっと実写化で翻弄されましたが、アニメはしっかり見てましたよっていうアピールを、しておきたかったです。はい。それではまた次回お会いしましょう。またねー。